こんにちは。アミリスの徳子です。メリです。今日はパレードのご紹介になっています。春が来たっていう感じで。春が来ましたね。ついに長い冬でしたが、パレードは春の糸なんですか？一応ね。はい。ということで毎年春になるとパレード激推し中です。はい。今年は新色が今年も新色を出したんですけど、手染めの新色ですね。そうですね。手染めの新色。まず春の新色がこの4つ。よいしょ。っていうことで、でも色名は私これは覚えてるんだけど、ノウサギハニカム。感心しちゃうね毎回。だいぶ可愛らしいですよね。このオレンジ系のなんていうの、つぶつぶの糸。あとこれは那覇。これは首里城的な。沖縄の那覇。那覇なの？そうそう。まあ沖縄の人ぜひ首里城を思って。首里城大変ですから。那覇です。あとこれはレモンムーン。ワルツにもあるレモンムーンですね。同じ色で染めるとパレード白くなっちゃうので、ちょっと濃くしてもらってる。本当にレモンムーンと同じです。そうですね。私レモンムーンあんだから。同じ色になるように染めてもらったレモンムーンになってます。可愛らしい色です。あとこれがなんだっけ、タンポポスミレ。これは実はちょっとパレードじゃないパレードがもう売り切れてしまってないので、手元になくて、違う糸なんですけど、この4色が春の新色。なんとなくこう2つずつ一緒に使えそうな本当だね。オレンジ好きだから組み合わせになってます。それと最近出た色がこの2つですね。この星座シリーズの魚座の夢の中と、あとお羊座のキラキラパワー。キラキラしてる名前が。これでもうコンプリートしたんだ。いや、お牛座がまだ出てない。そうなんだ。ラストお牛座なの。まだあと1つ。色は決まってます。そうですね。ということでこの2色。可愛いね。可愛い色にしようとはいつも思ってるんです。なので可愛くなりました。個人的には別に可愛くなくてもいいかなって思ってたんだけど、みんなに可愛い色にしてくれって言われて、もう途中でシリーズテーマが可愛いになったんで、もう可愛いでいきましょうっていう感じです。可愛いになったんだ。あと1個でコンプリートなんですけど、あとこれはまだ出ていない。ちょっと動画公開段階でどうなってるかわかんないですけど、動画が公開された時にはもしかしたら出てるかもしれないんですけど、この桜の時期の限定色で花吹雪という色になってます。ちょっと桜の花びらが散ってる、すごい薄い感じのピンクに桜が散ってるのかなぐらいのポツポツがある。このポツポツがなんか桜の花の芯くらいな感じかな。情緒が溢れる感じですね。4月限定色になります。これが手染めの新色で、あとは既存の既存色ソリッドカラーもいっぱいあるし、それ以外の新色ではないパレードの人気色もいっぱい今多数揃えております。でも可愛いよね。ルバーブシロップ。ルバーブシロップ食べたことないな。ポップフュージョン。っていう感じで。急に言われたルバーブシロップは一番左にいるこの表名です。ルバーブシロップ。あとこれもすごい人気色です。これは人気じゃない？ピオニ。人気ですね。いちごソルベね。いちごソルベ。去年私編んだいちごソルベ。そうですね。去年いちごソルベ。そうだね。編んでたね、そういえば。編んで。これ編んでたよね。すごい生徒さんに売っちゃった。たくさんね、お問い合わせもいただきました。いちごみんなに言われました。ということで、色のご紹介を今いただいたんですけれども、なんで春におすすめなんですか、パレード？
ません。はい、なん申しかもう遅れてましたね。パレードを知ってる体で進んでるんですから、ぜひパレードを紹介してください。パレードは、はい、メリさん言ったらいいんじゃないの？得意分野。60% ウール。アミリのウールで小さくて見えんもんね。10% シルク、20% コットン、10% リネン。はい。ということで、はい、半分ぐらいウールなので編みやすいんですけど、はい、シルクとリネンかな。ちょっとヒヤッとしてて、ね、はい、コットンは別にヒヤッとしないけどね。シルクとリネンがちょっとヒヤッとしてるので、ちょっと肌触り的に若干冷ため。爽やかなんですよ。でも本当の真夏にはやっぱりさすがにちょっと暑いかな、とは思いますが、とは思うんですけど、3月から7月の頭ぐらいまでは全然着れるかなっていう感じの、30度ぐらいまでは着れるかなっていう糸になってます。はい、なのでいつも春におすすめしてます。さらっとした糸です。そうだね。それで若干の落ち感はありますね。あとはテロッとしてる落ち感があって、で、だから針はそんなに針はないけれども、針がないのに編みやすくて目が揃うっていう編み糸としては素晴らしい要素がありますね。あとちょっと光沢がやっぱりシルクが入ってるので、ちょっと光沢があります。控えめな光沢って感じですけど、あとはチクチクは一切しておりません。私比。はい。ね、もちろんどう思うか皆さんの気持ち次第なんですが、チクチクはしないと思いますね。そうですね。たまにご質問いただくんですが、ピロピロ出ている、おそらくリネンだと思う。これはね、リネンなんですよ。黒い色を見るとよくわかるんですけど、この白いなんかピロピロ出ている、これぐらいしたらわかるかな。見えます？リネンの繊維が飛び出ているのと、あとは植物性のものと動物性のものが混紡されているので、染めた時にウールが染まってるんですか？そうです。ウールとシルクが染まってます。ウールとシルクが染まって、コットンとリネンの染め残しが発生するためにちょっと白っぽい色味になるっていうのがこの糸の特徴になっております。なので編んでてピロピロが気になるかもしれないんですが、そのまま見てください。取った方がいいんですかって言われるんですけど、これ引っ張るとね、どこまでもキレがないくらいに抜けて、リネンがなくなってしまう。そうなんです。リネン 10% がね、涼しさの肝がなくなってしまうので、リネン 2% ぐらいになると涼しい糸じゃなくなっちゃうかもしれないので、取らずにそのままで。そうですね。別に刺さったりはしないです。別にこれ柔らかいです。チクチクするようなそうなんです。なのでなんかどうしてもこの白っぽいものが気になっちゃうって方はですね、白っぽい色を選べますと何も気になりませんので、なんか気になるって方は、あとここにいるかな。オックスフォードとかは青っぽいよね。両方染めてるんで、そう何色かだけ、多分3色ぐらいかなの濃い色だけ両方染めてるので、リネンまで染まってる色も若干あるんですけど、これね、それですね。これとか、これは染まってますね。でもなんだろう、その染まってないものがちょっとこう奥行きというか、そうシャレ感はあるよ。だから皆さんがどう思われるかでどっちにするか決められてもいいのかなとは思います。なので工場染色のパレードの方に関しては、一部リネン側も染めてる色がある。動物性も植物性も全部きれいに染まってる糸があるってことで、オンラインショップの写真を見ていただければ、白っぽいく出てるか出てないかは分かると思うので、そうだね。それで選んでいただければと思います。で、サンプルを紹介していくということになってます。着てるものいきましょうか。こちらがエクニになっておりまして、最初のサンプルですね。パレードの、この色になったのは
この色しかなかったからです。あ、そうなんです。一番最初の著作色です。最初に工場で試し染めしてもらったのがこの色だったから。だからこれが出てる号は忘れましたけど、16号に載ってるのが私のこれとフィオナのリボンがついてるようなベスト、同じ色だと思います。同じ色でしたね。そういう色しかなかった。ロックしかなかった。よかったらぜひ立ち上がっていただけると。はい。それでこうなってて、これね長いんです。確かにちょっと長め。この時はね、そうなんですよ。とっこさんが去年ご自分で編まれたやつは、もうちょっと丈短かった。あれは短くしてんだよね。そうなんです。申し訳ありませんが、パターン通りに編んでおりませんので、大変恐縮です。編み方を書いたブログが今なくなっております。あ、そうなんだ。蓮田さんにお願いしておきます。あ、わかりました。存在はするけど、読みリスオンラインに上がってないと。はい、結構聞かれた。読めないって。そうなんだ。なるほど。はい。ね、ちょっとねボトムアップなんで途中で変えるしかないんですよ。トップダウンじゃないから丈感を。で私は適当に変えちゃった。そうこの時代は丈が短いことが流行ってたわけじゃなかったから、この丈感にしたんだと。丈にしたんだよね。だと思うんですけど、今短い丈がいいなと思って勝手に短くしちゃった。なるほど。で個人的には気に入ってるデザインです。はい、使いやすいし。ということで。多分今着てらっしゃる色は、もう廃盤になってしまった色なので、ちょっと残念ながら今お求めいただくことはできないんですけれども。なんでいちごソルベだったり、ポートランドこれが。近いっちゃ近いのかな。そうです。あともう一個薄いピンクがプトラジアっていうのがあるんですけど、これも違うかな。これでもないもんね。これは違うんじゃないかな。違いますね。はい、すいません。いろんなこれでも可愛い。可愛いと思います。はい。でメリさんは、私はマハを着ています。はい。これはワンダーラストリネンとパレードの2本取りなので、暑いけど。2本取りの分ちょっと分厚いんですけど、やっぱ涼しい。はい。5月ぐらいまでって感じですか。そうですね。結構夏まで着れるかな。さすがにやっぱ8月は暑い。ちょっとシャリッと感がある。そうなんでなんかリネンの糸1本取りだと時間かかるからもっとザクザク編めるものないかなと思って2本取りにしてもらったっていう。なんか厚み的には、個人的には薄手のトレーナーぐらいかなと思ってるんですけど、そんな感じ。そうなんです。そんなもんですよね。ゲージ的には多分 DK ぐらいなんですけど、でもその割には涼しいです。なので早く編めておすすめのパターンです。これね、2年なくて売れなかったね。去年ね。今年は頑張ってるもんね。今年は皆さん大丈夫です。理念来ます。頑張ります。最初はたくさんあると思いますよ。そうなんです。だからマッハも選び放題だと思うので、お好きな色の組み合わせでやっていただければ。理念入ったらすぐにこれを出したいと思う。こちらボトムアップになっております。そうですね。両方ともボトムアップのパターンですね。そうだね。で実際ちょっと袖が長めなので。短くしたい方はこう編み始めてもすぐに合体させれば、だいぶ袖短いものが、長袖にしたいっていうお声もいただきましたけど、長袖にされたらいいと思います。そうですね。ちょっと多分作り目少なめにして細いのがスタートした方が長袖にするなら、長袖にするんだったらこっから編み始めて後で袖口編んだ方が、確かにそれはそうかも。そうかもしれないね。いろいろやれると思うので、やってみてください。あとは私ね、あとねこれ好きな。これはね、小宮さんのパレードコレクション最初に出した頃ですかね。水木かな。水木だ。水木さんですか。小宮さんらしいハイゲージになっております。パレードで編んだとは思えないハイゲージ。超ハイゲージ。手がきつい人ぜひ。
はい。でもだからすごいいい感じだよね。そう、本当にね。本当に機械で編んだみたいな。そうなん、そうよくこれ小宮さん手で編んだなぐらいのそれでねすごい好きだなと思って、いいなって毎年思ってる一枚です。ちゃんとしたカーディガンが欲しい人はおすすめですね。これ前立て別に編んでんだよね。そうですそうです。すごい前立てだって本当靴下かなぐらいの針の長さだと思います。確かめちゃめちゃハイゲージ。そうなんですよ。はい。でもすごいいい感じです。これ本当になんか苦労が報われる素敵さ。ね。はい。なんかいいですこれ。毎年使える普通のカーディガン欲しい方はぜひ。はい。で春にこういうの欲しいじゃん。そうなんですよ。個人的にそのパレードはやっぱカーディガンいいなって思うんですよね。なんか季節の変わり目にカーディガンが欲しいじゃないですか。まあそう思ってデザインしても着れた試しがないからまあしょうがないけどなんかカーディガンおすすめです。着れた試しがないっていうのはいつも取られるっていう意味合いなんであれですよ、季節が合わないとかじゃないトッコさんはいつもお店に取られちゃうから着れない。そうなんです。なんですが皆さんは素晴らしいと思うので、はい。あとたまたま同じ色なんですけど、これもすごい好き。光。これねすっごい人気だったんですよ、雑誌が出た時。いやこれね編むのもねすごい楽しそうだよね。こちらはね後ろのアイコードからいくんですけれども、編んでて中条さんも編んでたよ。編みました。ちょっとワンダーラストで編んだんですけど、私は確かに今ねこのアイコードから始まるパターンってよくあるんですけど、当時はこのバーニスの考えたのが最初だったと思います。それでみんな夢中になって楽しく編みました。はい、よくできてるし面白い。これ編むの楽しいです。結構。でアイコードキャストオンでスタートするんですけど、アイコードキャストオンがなんだか目がちょっとピロンって伸びるんですよ、一目目一段目なんですけど、それが後から解消されるようなパターンになっているので、最初すごい不安なんですけど、そのまま編んでってもらって大丈夫です。あ、そうなんだ。らしいですよ皆さん。アイコードキャストオンってなんか一目目がね縦に長くなるんですよ。こんなに多分上手にやっても。あ、まあでもなるかもね。ここの部分が取られちゃうんだよね。そうなんか針にかかってる目が長くなるんですけど。でもこれ横に引っ張られるのかな最終的に。いや一旦アイコードキャストオンで片側にこう上に編んでいった後に、後からそのアイコードの下側に伸びるときに目を拾うときにその長いところを拾うんですよ。ああ、もう目の指示出しがあるもんね。ここを拾えっていうね。だから結局そこでキュッてこうちっちゃくなって解消される。でもその意味がわからないってすごい質問された。そうですね。目の拾う位置が難しくて。そうだね、ちょっとその時四苦八苦しましたけど。まあ難しいっていうのはその表現方法が難しいっていうだけで、どこかって言いづらかったんだよね。技法が難しいわけでは全然ないです。どこって分かれば簡単に拾える。本当。これはね、毎年は見たいなって思ってる。まあ中条さんはちょっと暑がりなんでワンダーラストリネで編みましたけど、パレードにとってもぴったりのパターンなのでおすすめです。はい。すごく着やすいですよ、形として。そうだよね。ちょっとフレンチスリーブぐらいの感じで、よくできてます。いいパターンです。本に載ってたサンプルは確かグレーだったんグレーでしたけど、あまりにも人気なので、デザイナーさんにサンプルをお返しした後にもう一回作り直して。セカンドサンプル。そうだね。多分その時にこれが最初のサンプルはこの色だった。そうですね、その色だったと思いますね。はい。じゃあ次は好きなパターン。懐かしのうさぎにする？これはこれも初期の頃のパターンでブリストルです。はい。それでブリストルらしいこれ私編んだんですけど、よくできてます。でも本当に編むのが楽しい。この合体するまでがすごい楽しい。そう。ここからは。ここはちょっとね、それはもう見ての通りまあそうにしかならない。砂漠なんで。それはそうでしょう。そう。なんかみんなが思ってるよりここが複雑なの。なんかこうでしょっていう感じではなく、ブリストルらしい素敵な面白いパターンになってて楽しいですよ。はい。これ出た時の
最初のサンプルはエソポスだったとそうで記憶す、しているんで。ですすが、はい。ウール100ですよね。そうですね。だからはいトレックで編んでもいいと思います。そうですね。トレックで。で編んでもいいけど、まあでもこの袖なしの感じを見るに、まあパレードの方が。でもまあトレックで編んでも涼しいとは思う。確かに。そう。でトップダウンなんで丈感はお好きに。そうですね。確かに。履いていただいて。短くしたい。でちょっと前後差あんだよね。ありますあります。だからこれ本当編んでみたらなんか面白いよ。興味津々です私。この辺がねなんかやってる時は何やってんだろうみたいな感じでやってるとあこうなるのかっていうのが結構面白いです。そりゃブリストルだもん。トレックで編もうかな。トレックでいいじゃない。あの頃エソポスっていう糸があってですね。中町さん大好きでしたね。私大好きのエソポス。でもなくなっちゃって、ハイツイストの工場がなくなっちゃったのかなって言われたね。もう作れないって言われたんですよね。でどうしても欲しくてトレックをそうなんですよ。はい、ハイツイストの糸作りました。はい、ぜひこれもおすすめのパターンになってます。次はまあ恵子さんのする？こちらはトラベル新しいトラベルの方ですね、にある恵子さんのパターンになってまして、ちょっと名前は花田でした、これもだいぶ凝ってるよね。前と後ろが全然違う模様にまあ恵子さんらしいですね。はい、すごくこれ欲しいです私。これ涼しそうだよね。だって穴いっぱい開いてる。これは真夏に着れるのでは？いや私は着ないですけど、違いますよ。そうじゃなくてシャツの上に着たい。ああ、そうですね。愛のものとしてこれとっても欲しい。まあこれもでもさこれブラトップの上とかに一枚に着られてもいいんじゃないかなと思います。風通しがいい感じのね。そう確かに風通し。風通しはよく涼しいと思います。可愛いこれ欲しいです。はい。普通のベストをお探しの方はぜひこちら。普通かな。普通じゃない？形がね。形は編むのは普通じゃないから。いやそんな恵子さんが普通のものは出すわけがないですか。そうそのレースも楽しそうだし。はい。ずっと楽しいよねきっとね。楽しそう。はい。楽しく編めると思います。はい、丸首のベストです。とっこさんこれが好きって言ってた。そう私はねこれがサガンのこれがオンレリンなんだけど、このフランスのねオンレリンっていうデザイナーさんで好きなんですこれ。この形が多分ボトムアップだと思ったんですけど、可愛いよね。この丈感というこの感じ。だけどねいつもなんか人気がないの。このキットの。それで多分一つ要因があるとすれば、手染めでサンプルを編んでいるんですけど、きっとは工場染めしか出してないんです。あ、そうなんですか。皆さん私これ私が着てモデルになってるんですけど、可愛いと思うね。いやでもこれね正直別に手染めじゃなくていいと思うんですよこのデザイン。あ別にいいんじゃない？普通のソリッドが絶対可愛いと思うんですけど。一見普通に見えるからなんとなくそうかな。このなんかこれがダブルになってるんですけど、襟もこれがまず伸びなくていい。普通に着たい3月4月に着たいセーター候補ですよね。そうだね。はい。いいよね。この形があとまあもともとこれを出したのがちょっと時期が遅かったっていうのはあるかな。そう。で私はこれ気に入ってるんですこの形が。なのでよかったらぜひっていう私からのお願い。これ普通にその工場の染色のやつで編むとしたらどの色選びますか？最近私ほら黄色が好きだから黄色とかで編んじゃうね。黄色？はい。黄色が人気がないって聞いてから黄色をそうと思ってんの。私はやっぱこれねメリさんの今。手染めなの？私が無視されたね。じゃあ私が欲しい色っていうことで。はい、まあそうですね。それメリさんが欲しい色っていうことで染めた色です。私がもう一つ選んであげる。いいんじゃないこれで。そうですね。ソフィアは似たような。これが一番ね色的には近いよね。近いと思います。私らお買いがいいな。これ。それです。中町さん好きな色です。好きな色です。はい。皆さんい
白可愛いよね。なんとなくなんですけど、あんまり濃い色じゃない方が良さそうですよね。確かに濃い色地のいやそれというかその黒とか黒とかじゃない方が確かに黒は私あまりイメージちょっと地模様がある。そう地模様がなくなりそうな雰囲気を感じています。那覇はいけると思います全然。はい。では次は靴下に行ってみます。小物を紹介して。これは20だった。ちゃんと書いてあった。ゆきさんデザインのパレードで編むミエコ。パレード靴下にもとってもよくて、ウールだけじゃなくてリネンとかシルクが入ってるので、ナイロンコンのソックヤンってあるんですけど、ナイロンの代わりにシルクとかリネンが使えるというか、あとコットンも入ってるからね。爽やかです。丈夫です。ウールだけより。はい。でこれちゃんとなんかスポーツソックスみたいにここに入ってここがピシッとなるように一応多分ちょっとその張り感というか伸縮性っていう意味では、まあ普通のソックヤンよりはちょっと少なめなんで、それもあってのそこのリブなのかなと思ってはいます。そうね、確かに。だからピシッと履けるのかなと思いますので、このぐらいのソックスね、靴下にもですね。あとはショールをこれもアミリス、雑誌のアミリスのですね。これ17号かな。17って書いてあった。リオショールです。キットマンなんで最後 K3 トゥギャザーで終わるのではないですか。これもボトムアップだったと思います。これ楽しそうだよね。楽しかったです。編みました。はい。ね、オリジナルは黄色イザマルだったんですけど、これはグレーで。すごい使いやすそうな。まあパレードで編むと真夏のショールとしても使えると思うので、いいんじゃないでしょうか。ちょっとした冷房よけにぴったりだと思います。お店とかめっちゃ寒い時ありますから。にぴったりです。はい。今お二人が編むならどれ？どうしようかな。そうだね。私毎年光編みたいなって思って。毎年編みたいと思うやつありますよね。毎年思ってる。わかります。20号が出てから。20号が出てからずっと思ってんの？あの時も可愛いなって思ってたし。そうだね。じゃあ私はこれにしとく？しとく。まあこの中で選ぶなら？そう、この中で選ぶなら。そうですね。これにしたいと思います。私のずいぶん前からの構想は石黒っていうカーディガンをデザインしたんですけど、ちょっとあれ袖が細いんで、あれもうちょっと太くしたものを作りたいなって思ってはいるけど、まだできません。まだできません。交互期待でやるとしたら、今年の12月ぐらいからそうね始めて来年の春にそうね出すみたいな。来年に期待。来年に期待。なんでまだこちらで小宮さんのこちらのこちらを皆さん着といてください。着といてください。お願いします。そうですね。便利に使える。便利で使える春のカーディガンとしてはこちらおすすめしております。はい。で、フェアがあるということは、サンプルがお店にたくさん、まあいつだってあるっちゃあるんですけど、いつも以上にたくさん並ぶので、かき集めて展示されていると思うので、お店ではサンプル試着もできますので、ぜひお越しいただいて、まあ試着するなり、そうですね。眺めるなり、手触りを確かめるなり、糸もねその時ご用意してるとは思いますので、ぜひちょっとこういらっしゃってください。見に吟味しにお店に来ていただければと思います。オンラインも頑張るのかな。でもなんでこんなぼんやりしてるのかと言いますと、まあ現状撮影段階では日程が決まっていないから。そうですね。やることは決定してますね。だったらなんか差し込まれるでしょうね。ここに出ますってやつ。なのでぜひお店にね来られる方はぜひ来ていただければと思います。このチャンネルが皆さんの参考になりましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコ
メントなんか編みたいものありましたら、これが編みたいとか何かパレードのご要望がありましたら、そうですね。あとパレードでこれ編みましたとか、いいですね。ぜひコメント寄せていただければ嬉しいです。はい、ではありがとうございました。